こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万1800ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ドイツの IFO 景況感指数、米新築住宅販売件数などがありました。ただ市場ではディープシークショックが話題になっていますね。ディープシークショックと市場の下落の関係についてはですね、その昨日動画を上げましたので、まだ見てない方はそちらを見てみてください。で、米市場連休明けはですね、そのディープシークショックの影響で AI 関連銘柄が大きく落ちてまして、中でも NVIDIA が1日でマイナス 16.86% と大幅な下落を記録しています。で、米株各指数も先物の動き通りですね、急落となってまして、市場はリスクオフに傾いて円高となっています。で、また個別株の方では、これも昨日の動画で少しお伝えしましたけども、過去 AI 企業と提携して AI バブルの恩恵を受けてたマイニング企業が想定通りの下落となっています。コアサイエンティフィックはマイナス 29.41% と大きく下落してますね。他ではマイクロストラテジーが 1107BTC の買い増しを発表してますけども、こちらも市場全体の下落に沿って調整となってます。あと ETF 関連では ARK21 シェアーズのビットコイン ETF とイーサ ETF が現物償還モデルへ変更申請をしています。こちらは先日のブラックロックと同じ動きになってますね。あとはタットルキャピタルが ALT や MIM のレバレッジ ETF10 件を申請しています。対象銘柄は XRP、ソラナ、トランプ、ライトコイン、メラニア、ボンク、BNP、エイダ、リンク、ドットとなっています。あとは先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス 18.5 億ドルの流入となっています。あと昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 1.5 億ドルの流出となっています。こちらもやはり流出傾向となっています。香港はゼロとなってますね。先週はトランプ大統領の就任で盛り上がってましたけども、ディープシークショック以降ですね、どういう動きになるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、大岩全体でプラス 0.53%、額としては647億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.7%、バイナスミはロングが 59.0% と、全体では下寄りになっています。他各所の見解ではですね、ディープシークショックでの下落は、ビットコインとナスダックの相関が高まってたせいなんで、買い場であるとか、あとはトランプミームからの新規流入は、結局仮想通貨市場の流入につながらなかったというですね、スタンダードチャータード銀行、ミレイ・ラブスらの見解が注目されています。今後の指標としては、本日1月28日にハンガリーの中銀政策金利、米経済受注、1月29日に米リッチモンド連銀製造業指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、スウェーデン、カナダの政策金利、1月30日に FOMC、ECB 政策金利、米実質 GDP 第4四半期の速報値などが控えております。そうしたオンラインチャン企画ですね、先週末の私の予想では、FOMC、ECB 政策金利を控えてですね、米指標ラッシュとなっていることと、あと大統領令への期待も一旦落ち着いたのではないかということで、ここで調整に入ると見て、1月28日 AM6 時点のビットコインは先週末の104,772ドルよりも下という予想でした。結果としては FOMC の警戒もありましたけども、市場ではディープシークショックが話題になりまして、リスクオン資産全般が下落、ビットコインも一時98,000ドルを割れる急落となっています。で、その後、米市場閉場前にですね、盛り返してはいるんですけども、判定時刻の1月28日、AM6 時点のビットコインは102,295ドルということで、先週末の104,772ドルよりも下なんで当たりです。内容違いますけど当たりました。はい、続いて明日の予想ですね。市場の注目としては、例年の旧正月アノマリーと米 FOMC まで反発か続落かだと思うんですけど、ディープシークショックのサプライズで調整があったんで、旧正月アノマリーの期待が優勢と見て上にします。なので1月29日 AM6 時点のビットコインは現在の101,840ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半以降から米経済受注、明日0時に米リッチモンド連銀製造業指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3160ドル、BTC だっては 0.0310 と、先物の方では大岩全体でマイナス 0.1%、額としては303億ドル相当、比率として全体ではショートが 54.6%、バイナスミはロングが 84.9% と、全体では下寄りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.84 億ドルの流出、香港はゼロとなっています。
イーサ関連の話題では、パラダイムがイーサの開発スピードに関して言及してまして、これまでみたいにアップグレードを延期するのではなくてですね、もっと開発スピードを速めて発展させるべきだと投稿してます。連日イーサコミュニティ内から不満が漏れてますけども、こちらも現状に不満があるような言及になってますね。ドル建てでは昨日一時3000ドルにタッチするような動きになってまして、BTC 建ても未だ 0.030 の攻防となってます。内部的には改善は見られませんけども、ETF の方ではですね、現物償還モデルへの申請など動きが見られますね。市場全体が調整フェーズですけども、イーサ単独で強くなれるファンドが出るのか注目ですね。あとその他の動向では、米政府公立課長同時がブロックチェーンの導入を検討しているという報道が出ています。具体的にどこに採用されるかとかはまだ決まってませんけども、政府の資金管理や支払い履歴などに導入する協議が行われているとされています。ここに同時が採用されるのかわからないですけど、その後の進捗に注目ですね。あとは空コインが3億ドルの罰金支払いに同意しています。米国での無認可運営と銀行秘密保違反、マネロン規制に違反したとして、米国から告発されてたんですけども、今回有罪を認めて合計3億ドルの支払いとなっています。現在 KCS はそこまで影響ないみたいですけど、今後の動向に注目ですね。あと取引所関連ではクリプト .com、OKX、ビットパンダが欧州の MICA ライセンスを取得しています。MICA 規制施行後からですね、欧州方面での動きが注目されてますけども、今後欧州方面からの流入が大きくなるのか注目ですね。あとアルト関連ではディープシックショックによる既存 AI 銘柄の下落が話題になっています。カテゴリーごとで見ても、これまで流行った AI ミーム、AI エージェント銘柄からの資金抜けが目立ちますね。あと CMC にはもうすでにディープシックのミームが掲載されてまして、ババ抜きが行われております。私もちょっと参加しましたけど、いつ死んでもおかしくないムーブになってますね。あと個人的に気になったのは、ワールドが結構耐えてるんですね。今まで散々オープン AI ファンダで上下してたんで、今回の件で暴落してるかなと思ったんですけど、こちらは意外と耐えてます。今後影響があるのか注目ですね。あとはリップルがニューヨークとテキサスで送金ライセンスを取得してます。米国内での事業拡大が期待されています。XRP の価格は現在 3.06 ドル、BTC だってはプラス 2.3%、時価総額は3位ですね。昨日のショックで3ドル割りましたけど、現在また3ドル回帰となってます。上位の中でも比較的強くなってますけど、それで 0.1 更新できるのか注目ですね。あとはソラナ関連の話題が多くなってます。まず Jupiter が手数料収益の 50% をトークンの買い戻しに充てると発表しています。また Jupiter はミーム発行プラットフォームムーンショットの買収、AI ファンドの立ち上げも発表と、Jupiter のトークンもこの発表から急騰してますね。あとミーム関連ではパンプファンの手数料収益がデイリーで1500万ドルを記録したのも話題になってます。日にちは25日の記録ですけども、その後も大幅に落ちることなくですね、手数料で利益を上げています。ソラナミームの祭りが未だ収まらない状況となってますね。ソラナの価格は現在235ドル、BTC 建てはマイナス 1.0%、時価総額は5位ですね。トランプ公式ミームの ATH から現在調整中ですけども、こちらも再度上へ迎えるのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では、ヒューマニティプロトコルが新たに2000万ドル調達、マルチチェーンプロトコルのアナログが500万ドル調達、L2 のアブストラクトがメインネットリリースを発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。